仮名書百人一首。本日はここハワイオアフ島ハワイアンビレッジラグーンタワーより配信いたします。アラワイ運河を望み、眼下にパラダイスプールが見えます。気持ちのいい貿易風を感じながらの配信になります。昨日は毎年伺っている地元の高校に書道の授業に行ってまいりました。異国の地で日本を学ぶ学生さんたちにたくさん元気をいただきました。さて本日は百人一首75番をリクエストにお答えして書いていきたいと思います。ちぎりおきし佐世保が露を命にて、哀れ今年の秋も犬めりというお歌になります。口語訳は、あなたがお約束くださったよもぎの葉についた恵みのつゆのようなお言葉を命と思って期待しておりましたのに、ああ今年の秋も虚しく過ぎていくようですという、そういう内容になります。それでは書いていきたいと思います。前回は縦書きに書かせていただきましたので、今回は横展開でお歌を書いていきたいと思います。はい、説明いたします。ちぎりおきし佐世保が露を命にて、哀れ今年の秋も犬めと書いてみました。ちょっとお話は違ってくるんですけれども、ここにちょっと何て言いましょうか、模様が見えますよね。これは手すきの和紙の証拠になりまして、和紙はすく時にこういったその時の季節感といいますか、気温だったり水温だったり、その時の職人さんの手の動き方によって柄が出てきたりすることがあります。これも手作業の味わいとして感じていただけたら素敵かなと思っておりますが、今回も結構そういうところが出てきております。これが仮名書の素晴らしいところの一つでもあると私は思っておりますので、余談ですが説明させていただきました。さて作品の方ですが、こちらは少し低い位置に書いてみました。ちょっと小さめに書きました。そしてこちらは大きめに、特に命にてというのは、私命にてはというふうな意味で言いたくて立派に大きく書かせていただいております。そして最後に犬めりと言って終わると。どちらかというとこちらは少し間を空けて小高い丘ぐらいの感じでしょうか。こちらは山の大きな頂でしょうか。そんなイメージで書かせていただきました。いかがでしょうか。14番、15番を続けて書いていきたいと思います。
回思いませんか？ちょっと面白い形に書いております。筆ペンを使っているんですね。海外なので申し訳ないんですが、そのせいもあってわざとやってるんですけれども、ある部分は筆が荒れてると思います。これには訳がありまして、実はですね、ここハワイだからなんです。この構成もこの線もあるものをイメージして描いたからこんな風になりました。ちょっと見ていただけますか？ここの空きも大事、ここの空きも実は大事なんですね。その前にちょっと読んでいきますので、今私が言ったことをちょっと頭に置きながら、私の読みと一緒に皆さんも考えてくださると嬉しいです。では読んでいきます。道のくの忍ぶ文字ずり垂れゆえに乱れ染めにし我ならなくに君がため春の野にいでて若菜摘む我が衣手に雪は降りつつというお歌なんですね。2首書いております。ちょっと面白い構成でしょう。これには訳があります。では今からちょっとお話ししますね。何かイメージしませんか？この荒れた線と、それからこの上とか下が切れている部分とかを見て、実はですね、私はハワイへ来ると朝散歩いたします。海を眺めながら波打ち際に座ります。寄せて帰る波を見る時が一番大好きなんですね。なのでこれはその寄せて帰る時の波のイメージで書いております。こちらが際になります。こちら側が海になる。そんな感じで書いてます。だからちょっと荒れてるんですね。そして波の大きさもちっちゃかったり大きかったり混ざり合ったりするような感じで書いてみたんですけど、あまり出来はいいとは言いませんが面白いんじゃないかなと思っております。以上になります。本日はここハワイオアフ島よりお送りいたしました。少しでもハワイの風や香り、花の匂い、そして波、景色が浮かんでくださったらいいなと思いながら、貿易風をお届けできたらいいなと思いながら書いてみました。それでは失礼いたします。本日もありがとうございました。慶州でした。